今回は Apple TV 4K 第3世代のレビュー、ゲーム編についてご紹介します。Apple TV 4K 第3世代では A15 バイオニックチップの搭載、ストレージの最大容量が 128GB に増加、RAM が 4GB に増加するなどスペックが向上しています。Apple TV 4K がここまで性能を上げてきた理由は、やはりゲームを遊んでもらうためだと思います。そこで実際に Apple TV 4K 第3世代でゲームを何本か遊んでみました。そんなわけで今回は Apple TV 4K 第3世代のレビュー、ゲーム編について見ていきましょう。まずは Apple TV 4K にゲームコントローラーを接続していきます。Apple TV 4K に対応しているコントローラーは PlayStation 4、5、Xbox One シリーズ X、Nintendo Switch、MFI となっています。コントローラーをお持ちでない方はサードパーティー製品を安価に入手することもできます。コントローラーを用意したらまずペアリングモードにしておきます。Apple TV 4K にコントローラーを接続すると、ホーム画面から設定、リモコンとデバイス、Bluetooth の順に開きます。接続したいコントローラーを選択して、接続済みと表示されたら準備完了です。Apple TV 4K 第3世代でゲームを遊んでみて、まず最初に気づいたことは、ストレージが 128GB に増えたことで、アプリをたくさんインストールできるようになったことです。私は第2世代では 32GB を使っていたので、すぐに容量がいっぱいになってしまい、ゲームアプリを消したり入れたりを繰り返さないといけませんでした。Apple TV 4K 第3世代では、アプリを入れても全然余裕なので、とりあえず気になったゲームはどんどんインストールできるのがいい点です。Apple TV 4K 第3世代では新しく A15 バイオニックチップが搭載されています。これは iPhone 13、14や iPad mini 第6世代などに搭載されているものと同じですが、Apple TV 4K 第3世代のものは5コア CPU、5コア GPU となっています。実際に Apple TV 4K 第3世代でゲームを何本かプレイしてみたところ、第2世代よりも処理能力の向上が感じられました。またゲームを遊んでいて処理落ちを繰り返したり、クラッシュするようなこともあまりなく、安定して動作していました。Apple TV 4K 第3世代はカジュアルゲームであれば快適に遊べると思います。すでに Apple One に加入している方は Apple Arcade が利用できます。Apple Arcade は200本近くのゲームが遊び放題でプレイできるサブスクリプションサービスです。そして Apple TV 4K では Apple Arcade のゲームをテレビの画面で遊ぶことができます。Apple Arcade を単体で契約している人はあまりいないかもしれませんが、Apple One を契約している人は結構いると思うので、Apple TV 4K でゲームを遊ぶ際はぜひ利用しましょう。Apple TV 4K 第3世代は A15 バイオニックチップを搭載していますが、過度な期待は禁物です。A15 バイオニックは高性能とは言っても、モバイル用の省エネに特化したチップなので、大画面 4K テレビでゲームを遊ぶと、グラフィックはそれなりに見えます。Apple TV 4K 第3世代の大抵のゲームは 1080p の 30fps や 60fps で動作していることが多く、稀に 4K 対応のものがあるという程度です。そのため、Apple TV 4K はあくまでもカジュアルなゲームを遊ぶためのものと考え、当然ながら PS5、Xbox シリーズ X などの次世代ゲーム機のようなグラフィックを期待しないようにしましょう。Apple TV 4K で遊べるゲームは PS5 でも販売されているものが一部あります。例えば The Pathless というオープンワールドゲームは Apple Arcade 版の他にも PS5、Steam などで購入できます。The Pathless は処理能力が求められるゲームで Apple TV 4K 版ではパフォーマンスがあまり良くありませんが PS5 版では高解像度、高フレームレートで快適に遊ぶことができます。そのため、まずは Apple Arcade 版で遊んでみてもっと高いパフォーマンスで遊びたいと思った場合は PS5 版を買うのもありだと思います。Apple TV 4K は Apple Arcade のすべてのゲームが対応しているわけではありません。Apple Arcade のいくつかのゲームは iPhone、iPad のみ対応となっていて、Apple TV 4K には非対応です。ゲームアプリが Apple TV 4K に対応するかどうかはデベロッパー側の方針で決まるため、Apple Arcade のゲームでも対応しているものと非対応のものがあるようです。Apple TV 4K では iPhone、iPad に比べると遊べるゲームの数が限られています。実際に iPhone、iPad の App Store で人気のゲームのほとんどは Apple TV 4K では遊ぶことができません。この問題はなかなか深刻で、かつて2016年頃にマインクラフトが Apple TV 対応したものの
当時は対応コントローラーの数も少なく、プレイの敷居が高かったためか、結局、マインクラフトは Apple TV から撤退しました。現在は Apple TV 4K に対応するコントローラーの数も多く、デバイスのスペックも整えられているため、以前よりもゲームを遊びやすくなっています。あとは、デベロッパーのコストが増えないように、Apple 側から何かしらの対応策が必要です。せめて iPhone、iPad のゲームアプリが互換モードで動くようになれば、Apple TV 4K の活用の場ももっと増えると思います。今回、Apple TV 4K 第3世代でゲームを遊んでみた感想としては、約2万円の優秀なゲーム機になれるチャンスがあると思いました。新型は A15 バイオニックチップ、最大 128GB ストレージ、RAM4GB の搭載によって、スペック面ではすでに Nintendo Switch を超えています。あとはどれだけゲームソフトを集められるかが重要です。現状では Apple Arcade のインディーゲームがテレビで遊べるのが楽しいのですが、iPhone、iPad に比べると対応ゲームの数が少ないのが課題です。今後は Apple Arcade の新作をどんどん追加してもらうことに加えて iPhone、iPad の人気ゲームが遊べるようになっていけば Apple TV 4K は優秀なゲーム機になれるのではないでしょうか。今回は Apple TV 4K 第3世代のレビューゲーム編についてご紹介しました。このように新しい Apple TV 4K 第3世代は A15 バイオニックチップ、最大 128GB ストレージ、RAM4GB を搭載したことでよりゲームプレイに適したデバイスとなりました。実際に Apple TV 4K 第3世代でゲームを遊んでみた感想としては Apple Arcade のカジュアルゲームがテレビの画面で安定した動作で遊べるのがいいと思いました。現状では Apple TV 4K で遊べるゲームアプリの数が限られていることが課題のため、今後は Apple Arcade の新作や iPhone、iPad の人気ゲームが Apple TV 4K でも遊べるようになることが求められます。皆さんも新しい Apple TV 4K 第3世代で動画の視聴やゲームなどを楽しんでみてはいかがでしょうか。